手たくさん。みんなが父さんを見てる。目が離せないって言ってる。主役とはそういうものなんだよ。そうでなくちゃいけない。責任も大きく、覚悟や努力だけじゃその席にはつけない。才能、運、センス、あらゆるものが必要な時もある。自分一人でのんびりと目指せるものではないからね。そう、父さんにはライバルがいるんだ。彼は仲間であり友人で、絶対に負けたくない相手でね。彼がいたからこそ力を出せた、たどり着けた。まっすぐそこへと向かって、美しく最も輝かしい存在、プリンシパルに。その座を手に入れるには、見たもの全てを魅了し凌駕するような、そんな力が必要なんだよ。父さん、私もなりたい。父さんみたいにいつかみんなに見てもらえるような。表現しきれない。ちっともうまくいかない。何度も練習しているのに変わった気もしない。父さんや母さんからたくさん教わっているのに。バレエずっと続けてきたけど、センスないのかな。でも諦めたくない。あの日見た父さんのように私も。幼かったあの日、父さんの話を聞いて私は夢を決めた。多くの人の目を奪うような主役になるんだって。それでも夢を諦めそうになっていた時、見つけたんだ、あの舞台を。一直に注がれる視線、コース、これがレース。すごい、めちゃくちゃ熱いっす。足が震える。走ってみたい。あそこでそれでレースで1着を取って主役に。そう思っていたけど、やっぱりタイムが変わらない。変化が見えなくなってる。走り始めた頃はやればやるだけ成果も目に見えていたのに。もう少しトレーニングも工夫が必要なのかも。同じことばっかりじゃダメっすよね。自分にできることもっといっぱいやっていかないと。じゃないといつまで経ってもあいつに。よし、まだ試してないトレーニングもあるし、じっとしてらんないっすね。努力。まだ最後まで気を抜くな。私、ウィン・バリアシオンって言います。さっきは応援してくださってありがとうございました。とんでもないっす。すごく励みになったっすよ。私、そこまで器用でもないし、走ることに集中しちゃうとそれしか考えられなくなったりもするんで、毎日姿勢の確認とか基礎的なところからトレーニングして基本を忘れないようにもしてるんすよ。そういうのが
報われる気持ちになったっていうか気合い入れて走ってよかったっす。なんかやる気が出てきました。もう少し休んだらまたトレーニングっす。もっともっと夢に向かって。あ、はい。私父さんみたいになりたいんす。鳴りやまない拍手と歓声の中ライトを浴び続けたプリンシパルとなった父さんのように。はい、もちろんっす。声かけてもらえて嬉しいっす。ありがとうございます。いい走りができるようにめちゃくちゃ頑張ります。改めましてウィン・バリアシオンです。今日はわざわざありがとうございます。頑張ります。じゃあまずは軽く一周流してから2周目で。オルフェーブルさん、トレセン学園に入ってから何かご自身に変化などはありましたか？デビュー前ではありますが、オルフェーブルさんが目指す先、夢などは決まっているのでしょうか？世に問いを投げるか。すみません。その気概やよし。一興だ。許そう。変化、夢と申したな。我が意向は不変。まとう金色が焦ることはない。それが世の摂理よ。故に我が知性のもと生きる民草たちよ、聞くがいい。世は世の波動を行く。冠は我が頭上へと降りるだろう。これは夢ではない、必然である。すみません、お待たせをしてしまってぼーっとしちゃいました。ダメっすね。気合い入れ直します。集中。すみません、私こんなつもりじゃ、いつもはこんなんじゃないっす。私真剣に。いえ、全然平気っす。でもどうして？そんなことないっす。体力とかまだ全然いける感じで。ただ
ちょっとうまく集中できなくて、そのせいでおかしな走りに見えたのかも。ごめんなさい。あいつは関係ない。私はすみません。余計なこと考えるなって。ちゃんと進め、動け、努力して頑張って前を向いて。父さんのようにまっすぐ歪みのない心で走らなきゃ。考えないように、捨てないと。これは悪いものなんだから。あっ、トレーナーさん、どうしてここに。ランニング、そっか。トレーナーさんもなんだかんだ肉体労働ですもんね。すごいな、頑張ってて。どうすかね。なんか空回りばっかな気がしてるっす。そりゃそうっすよ。姿勢も崩れてフォームもめちゃくちゃ、集中もできていない。毎日基礎トレーニングまでしててもこれなんすから。さっきのはなんていうか、いや大したことじゃなくて。ただどうしても私の中に必要のないものがあって、それでわけわかんないっすよね。私も自分で何を言っているのか。忘れてください、今のは。トレーナーさん、違う、あいつは関係ないっすよ。あいつなんて私は悪いものなんすよ。必要のない、捨てなきゃいけない感情。トレーナーさんには気づかれちゃいましたけど、でも認めたくない、認められない。こんなドロドロとしたどす黒いものなんて。いつもあいつの姿が頭をちらつく。多くの人から注目されるあいつの姿が。一人で走っていてもいつもどこかにあいつがいて、モヤモヤした気持ちがお腹の中でうごめいて、無視しようとしてもだんだんと重たくなって、うまく走れなくなるんす。考えちゃいけないのに、こんな悪いもの持ってちゃいけないのに。父さんのように綺麗なものの中で夢を目指したいのに。
トレーナーさんにはどこまで話したっすかね。父さんはプロのバレエダンサーで、ある演目で仲間であり友人であるライバルと主役の座を目指してたんす。彼がいたからたどり着けた。父さんはよくそう言ってました。私はそれに憧れたんすよ。ライバルと切磋琢磨して力を磨いて、そうして手に入れたたった一つの主役の座。美しく最も輝かしい存在なのに、私の中にはドロドロとした黒いものがあって、全然綺麗じゃないんす。トレーナーさん、ごめんなさい。呆れたっすよね、私こんなんで。だってトレーナーさん？なるほど。私の現役中の心境についてもっと詳しく伺いたいですか？父さん、ライバルがいるって話してくれたよね。いつもお互い競い合ってたって。その話もっと詳しく聞きたいんだ。どんな風に磨き合って助け合ったのかとか。助け合った？まあ結果的にはそうだったかもしれないけど、それよりもお互い負けたくなくてぶつかり合ってばかりでそうそう、表に出せないような口喧嘩もしたっけな。喧嘩？父さんたちが？できるように努力してから文句を言ったらどうだ。やりもしないで愚痴を吐くな。君こそこちらにケチをつける暇があるのなら、昨日の失敗を反省したらどうかな。でもね、シオン、私たちはそれだけ本気だったんだ。時に真っ黒で醜い感情にまみれるほど全力で本気だった。それだけ私たちは主役という座をつかみたかった。渇望していたんだ。苦しいほどに。感情に寄せなんてつけている場合じゃない。すべてを貪欲に見境なく力に変えたんだ。醜くても汚くても全部力に。ああ、それでもどうしても掴みたいものがあったから。トレーナーさん、走りもう一度だけ見てもらえないっすか？今から。ずっと抑え込んでた。ひたむきでまっすぐであれ。努力しろ。醜い感情にまみれている場合じゃないって。でもくそオルフェーブル嫌いだ。何が王だ、誰が民だ。いつも私は見下すな。ぶっ飛ばしてやる。ぶち抜いてやる。あんたなんかどうかしてやる。
見下ろしてやる。その金ピカぐちゃぐちゃにしてやる。プリンシパルは私だ。すごい縮んでる。トレーナーさん、ちょっと言い過ぎってかどうなんだって感じはしたっすけど、正直今かなりすっきりしてるっす。ありがとうございます。トレーナーさん、私のトレーナーになってくれませんか？全部叫んでさらけ出して気づいたっす。私これまでただ選ばれるのを待ってたなって。まっすぐひたむきにただ一生懸命努力していれば誰かがきっと見てくれて、誰かがきっといつかは私を選んでくれるはずだなんて。でも本当はそうじゃない。そんなんじゃない。なかったんす。いつか選ばれたいななんて。そんなんじゃ私があなたを選びたいっす。私のために。嫌とは言わせないっす。さっきの走りも見ててくれたっすよね。私がプリンシパルになるとこ、時代の中心で誰より輝くとこ見たくないとは言わせないっす。どうすかね。すみません、本当に無理なら。トレーナーさん、はい見せてあげるっす。絶対胸の中にあるもの全部力に変えて、いつか必ずプリンシパルになるっす。その時はトレーナーさんに特等席を用意するっすよ。一緒に拍手と歓声が浴びられる、そんな場所を。あら、どうかしましたの？そんなに愉快そうなお顔をなさって。何？ほんのサジだ。ダメだ、全然浮かばない。トレーナーさん、すみません、心配させちゃって。オリジナリティって一体何なんすかね。まあシオンさん、完璧なステップだわ。先生のお手本を一発で覚えてしまうなんて。ありがとうございます。バレエの経験が役に立ったっすかね。バレエ？道理で。その調子で頑張ってね。では今日はここまで。最後に課題を出します。各自1分程度の創作ダンスを考えて披露すること。曲やジャンルは自由。次のレッスンでテストをしますよ。創作ダンス。自分で一から考えるあれっすか。
なら得意なんだけどな。なのによりによって一番苦手なやつ。くっそ、なんで私。いやいや、文句言ったってしょうがないっす。こういうこと考えるからダメなんだ。苦手でも何でも努力あるのみ。それってモヤモヤとかイライラ？トレーナーさん。そっか、そうでしたよね。うっす。いや、トレーナーさんだってお忙しいっすよね。こちらこそすみません。でも大丈夫です。すっごいヒントもらえたんで、私一人でもやってみせるっす。これじゃいつもと同じ振りだ。なんなんだよクリエイティブって。バカシオン、もっと思い切れ。突き抜けろ。自由ってこんなもんじゃないだろ。それでは次、ウィン・バリアシオンさん、どうぞ。来る。ビリビリ伝わってくるわ。深い憤りが。これは悲運という鎖に縛られ嘆き暴れる白鳥の反逆。合格っす。トレーナーさんのアドバイスのおかげっすね。好評の勉強になったし、頑張ってよかったな。トレーナーさんにはいい報告ができそうっす。失礼します。トレーナーさん、今日ダンスの課題で。お電話中。本当に忙しいんだな、トレーナーさんって。机ごちゃごちゃ、パソコンもファイルいくつ開いて。報告とか今じゃないな。っていうかそもそも大した話じゃないし。お疲れ様っす。こちらこそすみません。お忙しい時にお邪魔しちゃって。課題無事受かりました。滞りなく。アドバイスのおかげっす。ありがとうございました。じゃあ失礼しますね。お忙しいところお邪魔しました。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。味わいリンゴフェス最後尾はこちらです。あれ、トレーナーさん。お疲れ様っす。偶然ですね。はい、私毎年来てるんですよ。リンゴ好きとしては見逃せないっすからね。トレーナーさんはお一人ですか？よかったらおすすめのお店紹介させてください。いい香りっす。この青っぽくてみずみずしい甘酸っぱい香り。最高っすね。ですよね。あっちに試食コーナーが。爽やかな音も心が洗われる様子。はい、リンゴはそれほどに尊い食べ物なので。もちろんっす。リンゴに失礼があってはいけませんから。半端な覚悟じゃ真の美味しさは理解できない。私も心して向き合わないといけないっす。まずは生のリンゴを見に行きましょう。
キドキするっすね。名品種がずらり、断面の蜜が眩しいっす。ここでは買うとその場で切ってくれるんですよ。トレーナーさんはどんなリンゴがお好きですか？リンゴはどれも美味しいっす。でも個性があるんです。甘みと酸味のバランスとか食感の違いとか、こだわりがなければ私のおすすめを食べ比べしませんか？まずは何と言っても青森さんっす。つやつや、なんて美味しそうな。今年は昼夜の気温差が激しくて水分量も多くシャキシャキなんですよ。そうなんですね。厳しい環境で美味しく育ったリンゴ見習いたいっす。見てるだけで胸がいっぱいで。すみません、今はまだ食べられないっす。でもトレーナーさんの味覚を信じて買って帰ります。はい、そうさせていただくっす。できたら他のも私の代わりに試食してもらえないっすか？それも美味しそうっすね。今年の新品種なんすよ。リンゴは常に進化し続けててすごいっす。トレーナーさん、次はリンゴスイーツを見に行きませんか？リンゴは料理しても美味しいっすから。加熱してもグズグズにならないリンゴはスイーツになって輝くんです。定番のアップルパイにコンポート、キャラメルリンゴたい焼き、いい匂い。こればかりは熱々で食べないとっす。はいっす。そろそろ覚悟を固めます。いざいただきます。やっぱりリンゴの可能性は無限大っす。スイーツもたくさん買って帰らないとっすね。そうだ、青森名物にはリンゴを丸ごと包んだパイがあるんすよ。あれはぜひ食べてみてほしいっす。今日売ってるかな？恐縮っす。こんなリンゴに囲まれて。はい、それはもうよく好きすぎないって言われて。今日の私ベラベラ喋りすぎっすよね。すみません。いえ、よくないっす。そもそもどうでもいい話ですし、いつも忙しくして頑張ってるトレーナーさんにわざわざ付き合ってもらうようなことじゃ。でもそっか、そうっすよね。あれトレーナーさんってそんなにリンゴ好きでしたっけ？じゃあなんで？そんなことはないっす。いや、したいっす。したかったんす。本当はこの前もどうでもいい話。それでスターカットって言って簡単に切れる上に皮ごとでも食べやすいんですよ。
ゃったっすね。今日はありがとうございました。はい、また明日。私遠慮しすぎだったみたいだ。もうバカだな。楽しかったな。いい感じっす。次は少し休憩っすね。うっす。トレーナーさんもお疲れ様です。暑い中本当に今年は本当に暑いっすね。暑い。暑いのってどうすか？いや、そういうのじゃなく、じゃあ好きな季節とかありますか？いや、すみません、なんでもないっす。難しいっす。雑だ。この前どうやって話してたんだっけ？なんであんなに無心で話せてたのか。やっぱ話題っすかね。用はなくとも何か知らないと困らせちゃうっす。トレーニング関係ない話。ねえみんな、夜近くでお祭りやるんだって。うち行きたい。お祭り、これっす。どうもっす。まだまだお仕事中ですね。失礼しました。トレーナーさん、お祭り行きませんか？近くでやってるらしいんすけど。大盛り上がりっすね。そんないきなり心の準備が。いえ、いいんすよ。嬉しいんです。でも食べる前にちょっと精神統一させてください。では、いただきます。つやつやのかわいいリンゴ飴様。パリパリっす。そういえばリンゴ飴で思い出したんすけど、私小さい頃姫リンゴってものを知らなくて。普通のリンゴを小さいうちに収穫してるものだと思ってて、リンゴって最初から真っ赤だと思ってたんすよ。だから散歩中に熟す前の青い実を初めて見た時、青リンゴだって指さして、そしたら両親にまだわかんないよって言われて、なんで青いでしょって頭の中ハテナだらけで、そのままずーっと会話行き違っててそんなどうでもいい思い出話でした。
トレーナーさん、欲しいものありますか？あのぬいぐるみっすか？確か昔流行ったキャラクターですよね。トレーナーさん、ああいうの好きだったんですか？子供の頃、よかったらどんな子供だったかもっと聞きたいっす。昔からレース好きだったんすか？なんかスポーツとかやってました？いろんなことたくさん聞きたいっす。そうだ、次は型抜きでもしながら。型抜き燃えましたね。トレーナーさんの理論、理屈通りにやったのに2人とも細いところすぐ折れちゃってでもそういうのがいいんす。なんかいいと思うんす。本当っすか？私も楽しかったっす。私どうでもいい話したかったんです、この前みたいに。だから忙しくない時にお話できたらって。それで休憩中急に変な質問しちゃったりなんかしてはい、私もそうするっす。